ちょうどいい速度で連射しています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はガトリングレーザーガンを作ってみようと思います。レーザーをうまく回転させていい感じに連射できるようにしたいのにうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは普通にレーザーを連射するとどうなるか確認するために2センチの厚さの水晶をレーザーの後ろにつけてコンデンサから電気を流してみると、なるほど。見た目は連射していますが、レーザーの照射時間が短いせいでダメージが入ってくれません。そこで形を変えてモーターで回転できるようにした2本のレーザーにギリギリぶつからないようにコンデンサを近づけて電気を流して連射できるようにしてみました。そうすると、おっと、ぶつかって壊れました。動くと当たり判定が膨らむせいですね。もう少し間を空けてもう一度試してみると、あれ、今度はレーザーが発射されません。2センチ以内で通電する距離のはずなのにおかしいですね。レーザー本体を持って速度を遅くすると発射されたので、回転が速すぎて通電時間が短いと発射されないみたいです。それにしばらく動かしていると勝手に壊れてしまいました。こんな感じで手でゆっくり回せば壊れることもなくレーザーも発射してくれましたが、やはり照射時間が足りずダメージが入りません。これでは武器にならないので照射時間を調整する仕組みを作りましょう。まずコンデンサとトランジスタ、太陽電池を使ってレーザーを当てるだけでコンデンサからレーザーに通電できるようにしたら、照射時間を調整するために薄い水晶とコンデンサ、トランジスタを組み合わせた水晶の数だけコンデンサが帯電するこちらの仕組みを作ってレーザーに組み込みましょう。こうすることで一瞬電気を流すだけで決まった時間レーザーを照射するようになります。ダメージは与えていますが、コンデンサの消費は 3.5 本分なので5本ちょうど消費できるように水晶の数を増やしましょう。このくらいに増やすと、ちょうど5本分消費してくれました。威力もレーザーで出せる最大威力っぽいので、こちらに太陽電池と日よけをセットにしたものを接続してレーザーで起動できるようにしました。さらにバッテリーをつけてレーザーを発射すると発射後にコンデンサが充電されていくのがわかります。もちろんバッテリーを増やせば充電速度は速くなるのでコンデンサで通電させる仕組みにさらに水晶を追加して充電時間を確保できるようにすることでレーザーを後ろから当て続けるだけで一定の間隔で連射できるようになりました。これだけでもレーザーを連射することはできますが、やはり回転しないとロマンがないので、回転しながら発射できるように改良していきます。こんな感じでベアリングの軸を中心に4つのレーザーユニットをくっつけて回転中に後ろからレーザーを当てるとそれぞれのレーザーが最適な時間発射できるようになりました。これで連射できるわけですね。でも回転速度が速すぎるとコンデンサへの充電時間が足りずレーザーの威力が下がってしまいます。なのでモーターの回転速度を変えて一定の遅い速度で回転させる変速の仕組みを作ります。こんな感じで軸につながった棒にぐるっと一周ゴムのかけらを貼り付けてタイヤのようにすることでさらに小さい回転体を接触させて回して減速できるようにしました。まずはモーターにつながったベアリングの外輪で回してみましょう。そうすると、なるほど。モーターで直接回転させるよりかなり遅い回転です。回転数を測るとレーザー側は 72rpm、
モーターが 480rpm で回っていました。0.15 倍に減速できてますね。でも、レーザーを連射するには速すぎるので、ペアリングの外輪ではなく、軸を押し付けて回すことで、さらに低速にしましょう。そうすると、かなりいい感じの速度です。回転数を測ると 26rpm くらいでした。モーターの軸は 480rpm なので、0.05 倍くらいまで遅くできました。試しにこの状態でレーザーを発射すると、このくらいでちょうど良さそうです。歯車と違って音もないのがいいですね。さらにこちらを簡単に発射できるように、後ろの方のレーザーの位置を固定して、充電用のバッテリーを配置。トリガーを引くことで、モーターの回転とレーザーの発射を同時にできるようにしました。地面を移動できるタイヤ付きのスタンドも取り付けています。この状態でトリガーを引くと、いい感じに打てていますが、徐々に威力が下がっていきます。コンデンサが放電しているので、充電用の電力が足りないみたいです。そこで、バッテリーを大幅に追加して、全部で96本にすることで、レーザーが1回転して戻ってくる間に、コンデンサへの充電が完了するようにしました。これなら威力も十分ですし、連射も問題ありません。でも重くなりすぎて、地面に下ろすとタイヤがぐねってしまうので、ガーリングを追加してタイヤを強化します。さらに地面に下ろした時に、モーターの逆回転で発電して、勝手に発射されるので、古代の合金の代わりに横転コーンをつけることで、電気の逆流を防止しました。これでようやく、ガトリングレーザーガンの完成です。カメラに向かって発射してみると、ちょうどいい速度で連射しています。正直レーザーを回転させる意味はほとんどありませんが、かっこいいのでよしとしましょう。早速前に生えている木を狙うと、大量のバッテリーのおかげで最大出力で撃ち続けられるので、簡単に破壊することができています。そこまでの威力はありませんが、レーザーのおかげで狙いもつけやすいので、いつの間にか大量の木を破壊していました。そして、古代のロボットを狙っても、レーザーがうまく当たってすぐに破壊してくれるので、あまり近くに寄らなければ、かなり効果的な武器になっています。しかし、巨大な木を狙うと、威力不足のせいで破壊することができません。これはもうレーザー武器の宿命ですね。何かもっとレーザーを強化する素材が欲しくなってきます。ドローン工場の壁にも当然ノーダメージですが、上のビーム砲台は破壊できました。風力発電機も柱は破壊できませんが、他の付属パーツの破壊は簡単です。古代のコアのレーザーなら柱も破壊できたので、プレイヤーが扱えるレーザーは少し弱いみたいです。それでは次はこちらの雑魚キャラの大群を狙ってガトリングレーザーガンで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、回転するレーザーが次々に雑魚キャラを焼き切って破壊してくれています。そこまで速度は速くありませんが、早送りすることでかなり強力な武器に見えますね。ちなみに私の視点だとこんな感じです。トリガーを引くとモーターが回ると同時に後ろ側のレーザーが発射されて、それに連動して前のレーザーが次々に発射されます。見た目は結構かっこいいですが、どちらかというと一本のレーザーだけにした方が軽量で強いのでロマン重視の武器ですね。なかなか迫力があるのでよしとしましょう。それでは最後はイエロースライムに効くようにそれぞれの重心に重ねたガラスの針をつけたら
こちらの巨大スライムを狙って発射してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。くらえやはりレーザーブーンはノーダメージです。それでも顔面についているパーツは破壊できるので、しっかり攻撃してのっぺらぼうにした後は回転させながら体当たりすると、やったー、巨大スライムを倒しました。重たい G ルーが乗った針の一撃で簡単に倒せました。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたガトリングレーザーガンさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、